こんにちは。ゼロから行政書士第27回です。前回は国家賠償法の一条を学びました。公権力の行使に基づく責任を確認しましたね。今日はその続きである2条に進みます。テーマは公の映像物の設置管理の開始です。道路や河川など施設の決壊による責任です。一条と違い、過失がいらない点が特徴です。肩の力を抜いて一緒に理解していきましょう。まず、今日学ぶ内容を整理します。一つ目は、2条が定める賠償の要件です。二つ目は、過失を要しない無過失責任という性質です。三つ目は、道路と加算で判例の扱いが異なる点です。合わせて、費用負担者の責任などにも触れます。2条は、記述式でも問われやすい分野です。それでは、早速始めましょう。はじめに、2条の位置づけを確認しましょう。国家賠償法の賠償責任は、1条と2条の2つでした。1条は、公務員の違法な行為に基づく責任です。これに対して、2条は施設の結果に基づく責任です。問題となるのは、人ではなく、物の状態です。そのため、要件の考え方も大きく異なります。この違いをしっかり意識していきましょう。2条1項の条文を噛み砕いてみましょう。対象は、道路や河川、その他の公の映像物です。その設置、要は管理に、貸しがあることが要件です。貸しとは、簡単に言えば欠陥のことです。そして、その貸しによって損害が生じたことです。これらが揃えば、賠償責任が認められます。要件の言葉を正確に押さえていきましょう。まず、公の映像物という言葉を確認します。これは、公の目的のために使われるものを言います。国や公共団体が管理する公営物のことです。道路や河川のほか、公園や庁舎なども含まれます。建物や土地だけでなく、動産も対象になり得ます。人が作ったものも自然のものも含まれる点に注意しましょう。例えば、信号機やガードレールも映像物です。河川のような自然のものも映像物にあたります。対象がとても広いことを覚えておきましょう。次に、設置要は管理の貸しを見ましょう。貸しとは、通常備えるべき安全性を欠くことです。そのものが本来あるべき安全さを欠いた状態です。綴った時からの結果が設置の貸しです。その後の維持の結果が管理の貸しです。安全性は物の状態そのものから客観的に判断します。安全性は物の状態そのものから客観的に判断します。管理者が注意したかどうかは直接の問題ではありません。1条と2条の違いを表で整理しましょう。1条は公務員の行為が原因でした。2条は映像物というものの結果が原因です。1条では故意要は過失が必要でした。ところが2条では過失は要件になりません。そのため2条は無過失責任と呼ばれます。この過失の要否が両者の大きな違いです。2条の無過失責任について詳しく見ましょう。無過失責任とは過失がなくても責任を負うことです。管理者に落ち度がなくても責任は生じ得ます。問われるのはそのものが安全だったかどうかです。管理者の注意の有無を被害者は証明しなくてよいのです。この点は過失を要する一条とは大きく異なります。これは被害者を手厚く救うための仕組みです。無過失責任という言葉をしっかり覚えましょう。ここから判例の具体的な扱いを見ましょう。まずは道路の管理の貸しです。道路が通常の安全性を欠けば貸しと認められます。例えば落石や放置されたものによる事故です。
判例は道路の安全確保を厳しく求めています。予算がないことは原則として言い訳になりません。財政上の理由だけでは責任をむつぐれないのです。ただし、防ぎようのない事故までは責任を負いません。次に、火山の管理の可視です。火山はもともと危険をはらむ自然のものです。はじめから完全に安全とは言えません。そのため、求められる安全性は道路より緩やかです。判例は過渡的な安全性で足りると考えます。予算や技術など様々な制約も考慮されます。同じ規模の火山の一般的な管理水準で判断します。道路と火山の違いを表で比べましょう。道路は人が作ったもの、火山は自然のものでした。道路には高い安全性が求められます。火山では過渡的な安全性で足りるとされます。道路では財政上の制約は原則考慮されません。火山では財政や技術の制約も考慮されます。同じ可視という言葉でも判断の厳しさが違うのです。この対比は試験でとても問われやすい点です。次に、3条の費用負担者の責任です。映像物の管理者と費用の負担者は別のことがあります。例えば、国が費用を出し、地方が管理する場合です。3条は、その費用の負担者も責任を負うと定めます。被害者は管理者と負担者のどちらにも請求できます。救済の相手を広げて被害者を守る趣旨です。賠償した側は後で内部の求償ができます。最後に6条の相互保障主義です。これは被害者が外国人の時のルールです。この法律は外国人にも当然に適用されるわけではありません。相手の国に相互の保障があるときに限り適用されます。日本人が保護される国の国民を日本も保護するのです。細かい論点ですが、条文の存在は抑えましょう。6条は相互保障主義と覚えておきましょう。ここで今日のクイズです。国家賠償法2条についての問題です。正しい内容はどれでしょうか？ A は責任に管理者の過失が必要であるという内容です。B は2条は過失を要しない無過失責任であるという内容です。C は火山にも道路と同じ安全性が求められるという内容です。少し考えてみてください。正解は B です。2条は無過失責任で火山の安全性は緩やかでしたね。今日のまとめです。2条は映像物の設置、管理の可視の責任でした。差しとは通常の安全性を欠くことでしたね。この責任は過失のいらない無過失責任です。道路には高い安全性が求められました。火山の安全性は道路より緩やかに判断されます。無過失責任と道路火山の違いを整理しておきましょう。細かい判例はテキストで確認しておきましょう。ここまで国家賠償法の2条を学びました。これで1条と2条の両方が揃いました。次回からは地方自治法に進みます。テーマは住民の権利と直接請求です。住民が政治に参加する大切な仕組みを学びます。国家賠償法は1条と2条をセットで復習しましょう。高評価とチャンネル登録でこれからも一緒に頑張りましょう。